何をそんなにかしこまっているの。あなたもこちらに来て座りなさいな。早くいらっしゃい。あら？あなたが緊張する必要なんて全くないはずよ。そうよ。そりゃあ無様に失敗でもすればあんたの首は保証できないけれど。まさかカリン様の御前で失態を晒すなど、そんな無礼なことはしないだろ。そんなに心配せずともあの子たちなら大丈夫さ。ああ、空本郷、下を見てみろ。そろそろ始まるみたいだぞ。ほんまに大将たち来てんで。バリこっち見とうわ。隊長もなの。今にも死にそうな顔して見てるの。カリン様をはじめ春蘭様、シューラー様、ケーファ様までご覧になっているんだ。この御前訓練、絶対に失敗は許されない。そんなのサワだって分かってるよ。だってもしうまくできなかったら、責任者である隊長はそんなこと絶対にさせない。当たり前や。隊長はうちらの思いに応えてくれた。今度はうちらが決まる番やで。さあ、自信ないけど頑張るの。私たちは隊長に命を賭して尽くすと決めた。今こそその時。では行ってくる。先手必勝や。一発かましてやるの。出てきたわ。はじめは何からのようね。全員整列せよ。遅い。
様の行動が遅れたことで隣の友人が死に至る。それが戦場だということを忘れるな。分かったか。二度目はないと思う。もう一度だ。整列せよ。いいか、一人の怠惰が隊を危うくする。誰かが手を抜けば誰かが死ぬ。戦場とは緊張と狂気に支配される異質の空間と心得よ。友を守るために全力を尽くせ。そうすれば友がお前を守ってくれる。そうすれば敵に勝てる。生き残れる。それを忘れるな。返事。へえ、やるわね、ナギも。あれならば良い舞台になるだろう。頼りになりそうだな。そうね、意外とやるじゃないの。よっしゃ、ほんなら利点隊の訓練始めんで。ほな早速4列応対組んでもらおうか。 PC できたら展開の知識を集めて作られたカメラっちゅう最新のからくりで激写した花公園将軍の萌え萌え寝巻き姿を進呈や。しゃあないな、見本見せたろ。カメラって何？初耳だわ。まあ実際見てみないとわからないわね。どれほどのものか、どういった仕組みなのか、後で魔王に説明させなさい。しかしシュウランの寝巻き姿がそれほど新兵たちに影響を与えるとは。それはどういう意味だ、姉
兵たちが私の絵姿を欲しがったらそんなにおかしいか？あ、いや、そう堅能な声を出すな。人を引きつける魅力がないと言われては黙ってはおれまい。誰もそんなことを言ってないじゃん。さーて、お次の命令は核翼の陣を素早く敷くことや。当たりきやんか。はようできたらカコートン将軍が猫を恐る恐る抱こうとしている萌え萌え姿を進呈やぞ。なに？ねえ、猫を恐る恐る抱こうってどういうこと？いや、猫に触れようとするといつも威嚇されて最後には逃げられてしまうもので。うん。だからたまに触らせてもらえた時にはどうしても恐る恐るになってしまうわけで。本郷、あの姉者の絵なのだが、一枚もらえないだろうか。頼む。早いわね。新兵なのにこの動きすごいわね。と言いたいところだけど素直に称賛できないわ。なんでって、そんなの動機が不純だし。失礼ね。誰がそんなことで判断したりするもんですか。そんなわけないでしょ。次はバット突撃の準備や。一度しか合図せえへんからしっかり耳のようなかっぽじって合図待っとくんやで。返事や。ちゃんとできたら全員に我らが軍師筆頭純育殿が大将に怒られながら恍惚の表情を浮かべてるド変態な姿を進呈すんで。おかずに従ったらしっかりせえよ。んじゃバット突撃。
なのよ。一体私のあんな姿を勝手に使ってくれちゃって。そうね、この純育が褒めていたと伝えてちょうだい。まあ悪くない訓練法なんじゃない？どうなることかと思ったけれど、魔王もなかなか良い調練をしているわね。将軍、武将、隊長、小隊長、そして兵、この流れで迅速にかつ的確に命令が伝達され動くことができるのならば、それは良い調練ということで構わないさ。命令伝達の素早さと、それを受けて一糸乱れずに動くことのできる柔軟性、そして勇気、これが良い兵の条件だ。それが満たされるならば、どのような調練だろうと問題はない。隠し撮り？またよくわからない単語が出てきたわね。そもそもその写真というものがどういったものかわからないからな。起こりようがない。もし我々の気に入らんもの、何よりカリン様のお気に召さぬものであった場合、本郷、覚悟をしておけよ。なんだ？なーに？怪しいわね。おい、本郷。いくら新兵とはいえ、カリン様の前でこのような振る舞いをいつまでさせるつもりだ。さっさと粛清せんか。だが限界はあるぞ。本郷がそういうのであれば少しは待ってやるが、いつまでも無様な様子を見せられるようなら、あの新兵どもはハリネズミになると思っておくがよい。騒がしいぞこのクソ虫ども！今の声は。まさか、沢か？
いいか、ガタガタぶっこいてるやつは首ちょん切ってその口に股間にぶら下がってる粗末な舞茸をぶち込んでやるの。何をぼーっとしてんだこのクソったれが。早く整列しろなの。ケツに突っ込まれねえとわかんないのか。いいかクソ虫ども、まだ戦場に出たこともない貴様らクソ虫はウジ虫以下でメス豚以下なの。豚さんがファックした後、そのうんこの中に産み落とされたクソ虫が貴様らなの。貴様らはひよっこと呼ぶのもおこがましい虫けらなのだ。臆病でビビリでヘタレな、家でお母ちゃんのおっぱいに抱かれてブルブル震えているウジ虫以下の存在なんだと理解しろなの。わかったかこのファック娘ども。返事はどうした。槍も持てないよちよち歩きのファックどもにはケツの穴に槍をぶち込むぞ。なんだウジ虫お嬢ちゃん。そんなこともわからないのかこのテクのボケですが。気に入った。我が家に来てワンワンとファックしてもいいぞ。まだわからんのか。やっぱり貴様らは虫娘だ。そんな行虫以下のやつらはクソと味噌を間違えた味噌汁なんで死んじまいなの。貴様らはウジ虫以下だ。けれど悲観するな。たとえ今はウジ虫以下の存在でも沢の言うことを聞けばウジ虫から成長し飛び回る蚊になることも可能なの。いいかウジ虫お嬢ちゃんたち、沢の言うことを聞くかなの。はいとはどんな返事だなの。返事はイエスサーだなの。さあをつけろなの。クソ垂れる時には前と後ろにさあをつけろなの。返事はさあイエスサー。もう一度言うの。全員回れ右なの。左。どういうことこれ。アメリカ？なんだそれは。なんというか
見ていて不思議というか、少し気持ち悪いのだが。そうね。まあいいでしょう。なかなか見事な訓練だったと褒めておくわ。うむ、3人の訓練方法もなかなか興味深いものだった。これで我が軍もさらなる充実が期待できますね、カリン様。そうね。ケイファ、すぐに新兵たちに全軍運動の調練を施しなさい。ギョイ。カズト、ご苦労様。3人にもそう伝えておいて。バカね。私が直接言うよりもあなたが私の言葉を伝えた方がいいのよ。あなたが伝えた方が3人の心がよりあなたに向くでしょ。隊長としてその心を受け止め、より一層タイムに励みなさい。隊長なの。どうやった？どうやった？うまくできたと思うんだけど。お気に召していただけたのでしょうか。よかった。これで一安心やな。よかったの。めっちゃよかったの。へへへ。ねねね、隊長、ご褒美は？そやそや、さはええとこに気づいたな。うまくできたらご褒美。人参がないと馬は走らへんねんで。抱いてほしいです。うひゃ、ナギちゃんが暴走。また即答やん。ナギの身に何が？来たこれ。うひゃ、こちらもまたまた即答なの。何事別に自分と隊長だけでも構わないが。そんないけず言わんとってよ。そうですね。では夜に。もう
なぎちゃんだけずるいよ。サワも炊いてもらうの。うちもたっぷりからくり持参すんで。ではそういうことで隊長3人一緒にお願いします。ほな行こか隊長。そんなの待ちきれない